こんにちは、山下夏実です。11月8日土曜日、東北遠征のラウンド2の映像となります。ポイントは新米港ではなく四つ倉というポイントで入っていきました。実際ね、このポイントも昔からスキムポイントなんですけど、ストレート波を狙いに、ちょっと遊んでみるかって思って入ってみたら、ストレート波が難しく逆にサイドウォッシュが出てた感じとなってました。日本じゃ珍しいですね、こういうポイントは。かなり難易度は高かったですけど、日本じゃ珍しいサイドウォッシュの練習ができた日となります。こんな感じで。先の波をね、最初ちょっと見極めるのに苦戦はしたんですけど、こんな感じで結構波は出てる感じで、どっちかっていうとバックウォッシュに近い感じなのかな。この今テトラが見えてるんですけど、このテトラの裏から出てくる感じで、それを狙って練習していった感じです。かなり日本じゃ珍しいからね、面白い波で練習できてます。こんな感じで当て込んで、先のリップにつなげる感じですね。基本水が分厚かったからモンキークロールを駆使して乗って、こういう先につながる場所を狙っていく感じです。風も強かったからね、なかなかちょっと抵抗が大変でしたね。これは普通にストレート側狙ってリッピングでスピナーかな。これもサイドウォッシュ狙いだけど、これはちょっと先が早いから難しいね。この辺りの時間ね、ちょっとまだタイミングとか質を理解するのに苦戦はしてたんですけど、この辺りぐらいかな、ちょっとずつ乗り始めたのは。ちょっとずつ合わせられるようになってきてますね。これはちょっと難しめだけど、ちょっと続くかな。いいですね。こういう狙いでやっていってる感じです。これもかなりいい感じに合わせましたね。これはどっちかっていうとバックウォッシュをちゃんと利用して取れた感じかな、流し波を。で、選べばこんな感じで完全に横に出るやつ。これがね、一番綺麗には取れたラインでしたね。ただ、最後がコンプリートできなかったからすごくもったいないかな。このタイミングと、この先に繋がる波さえ読めればね、結構乗れる波は多かったかなっていうふうには思いますね。これはちょっと先が早いからスープになっちゃうかな。さあ、これは悪くないけど先が早いけど一応コンプリートはしてます。で、あとはこんな感じでセカンドブレイクですね。先の方で出てくる流し波も狙いつつって感じですね。これは小波でうまくレール入れ込みましたね。これはナイスリカバリー。これはちょっともう先がないから難しい。これはいいかもね。裏側に繋がっていく波。ただこれ位置が悪いかな。ちょっと弱い場所に行っちゃった。逆にこれとか波ちっちゃいけどちゃんといい位置に狙えてるから最後乗り切れてますね。ちょっと一瞬バランス崩したけど、さあこれはちょっと難しいかも。先行き過ぎちゃいましたね。さあこれはパンプして強引にタイミングを変えてラインを変えてかターンして最後フロントビッグでコンプリート。さあサイド押しに当てて一気に加速してブレイクの速いところで一気に前出る。で波の前出て最後折り着地。これかなりいいね。ちょっと癖が強い。これはやっぱりね、基本ちょっと風最初に入ってたっていう風に喋ったんですけど、その影響もあってね、なかなかちょっと癖はあったですね感じですね。これはちょっとリップでエアー気味で前出ようとしたけどもったいない。ちょうどこの満潮にかけての潮が乗ってくるにあたってどんどんこのサイドウォッシュっていうのは少し出づらくはなってたんだけど、この先の波に少し繋がりやすくなってたっていうのはあったんでね。あとは自分が慣れてきたっていうのもあって結構乗れてましたね、ちょこちょこ。これはうまく探しましたね、ポジションを。こ
これはサイドオシュのサイズがかなりでかい。けど先の波がちっちゃいね。ただ、サイドオシュのサイズがでかかったからしっかり前に出れてる感じです。ポジションを間違えてなかったね。これは難しいぞ、かなり。さあ、ラップ側に切り返して、コンプリート。ほぼサイドオシュ出てなかったですね、今は。まあ、こんな感じで結構ね、うまい具合に、これとかかなり今難易度高かったんですけど、うまく耐え切りましたね、ターンした時に。こんな感じで、ちょっと珍しいポイントというか、まあ、毎年、フォーク行った時にね、波チェックはしてたんですけど、ようやく当たりましたね、ここのビーチが。まさかサイド押しがちょっと出てるとは思わなかったんですけど、こんな感じでね、日本じゃ珍しいサイド押しポイントでね、しっかり練習することができてね、すごい良かったですね。毎年海外行った時にしかできてなかったんでね、この練習は。こういう大会前日でしたけど、バックオッシュとか波に当てる感覚を養えたっていうのはね、良かったかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。